coffee, I take tea, my dear. I like my toast on. Wow, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that. 人類が時代を超えて愛してきたポップミュージックたち。そもそも私たちはなぜ音楽を聴くのでしょうか。ただただ聴きたいから聴く。その曲を聴きたいと心が欲するから聴く。そこに理屈なんてありません。藤井風自身も少年時代、これらのポップミュージックたちをワクワクしながら聴きまくり、YouTube にも数々のカバーを残しました。彼のサードアルバムプレーマはそんなポップミュージックへの参加です。過去の様々な名曲に影響を受けながら生み出された2025年産のマスターピース。この動画ではプレーマの全9曲についてその魅力を徹底解説したいと思います。一部専門的な内容も含みますが、わからない単語はスルーして大丈夫です。極力実際の音を交えて解説しますので、耳と心で感じ取ってみてください。1曲目、キャスケットガール。いきなり良い意味で想定外のサウンドに驚きました。エネルギーに満ちた楽曲でアルバムのオープニングとして理想的だと思います。この曲の魅力について重要なポイントは次の2つです。1、ド直球の8ビート。2、リリックの重要な変化。では順に解説していきましょう。20世紀、音楽シーンの中心だったジャンル、ロック。8ビートとはロックの象徴でもあります。2010年代以降、欧米のヒットチャートから激減したロックミュージックのエッセンスがキャスケットガールサウンドの中核です。基本になっているリズムはド直球の8ビート。実際の音源からドラムパートだけ抽出したものを音で聞いてみましょう。8ビートとは4分の4拍子の曲で8分音符を基本に刻むリズムパターンです。8分音符はご覧のように1小節に8個入るので8ビートというわけです。特にキャスケットガールにおいてはオンビート強調とオフビート強調という相反するアプローチが混在していて、それが結果的にこの曲の疾走感、気持ちよさをブーストしています。ここでいうオンビートとは8ビートの1、3、5、7で表拍とも言います。オフビートは逆に8ビートの2、4、6、8裏拍という言い方もします。キャスケットガールにおけるオンビート強調で重要なのは2つあって、まず1つはサビの歌メロです。メロディーのふわりがオンビートにそのまま乗る形になっていて、非常に印象的なフックになっています。このふわりで思い出されるのが1983年にヒットしたビリー・ジョエルのアップタウンガール。キャスケットガールも無意識にこの曲の影響を受けた可能性はあると思います。オンビート強調、もう一つはブリッジ部分です。ここがキャスケットガールの盛り上がりのピークですが、ドラムパートだけ音で聞いてみましょう。先ほど聞いたシンプルな8ビートとは明らかに違っています。オンビートがひときわ強調されているのがわかるでしょう。ちなみにこのビートは欧米ではモータウンビートと呼ばれています。1960年代から70年代にかけて世界を席巻したモータウンレコーズというレーベルがあるんですが、そのレーベルのアーティストが好んで使ったリズムです。代表的な曲を3曲ほどご紹介します。ドラムの音に注目してみてください。この曲にはオンビート強調とは真逆のオフビート強調も見られます。代表的なのがギターリフ。
ギターリフをピアノで再現しますので、実際の音で確認してみましょう。この楽譜を見てわかる通り、このギターリフは小節ごとに8分音符1つ分前倒しで始まっています。結果としてオフビートが強調されています。これがシンコペーションと呼ばれるもので、曲の推進力になっています。では試しにシンコペーションしなかった場合どうなるでしょうか。明らかに曲の推進力が失われているのがわかると思います。オンビート強調とオフビート強調はお互い補完し合う関係で、それが一曲の中に混在することで8ビートのグルーヴの輪郭が際立っていき、聴く者に心地よさを感じさせる要因となっています。先が来てはスパーキューだがそれならば私だったあなたはいつもそばに私の最後はあなたがいいあなたとこのままおさらばする藤井風のリリックの世界観はこれまで一貫していました。内省的でリリックに登場する人物は自分自身が圧倒的に多く、彼があなたという相手はもう一人の自分だったり、あるいは神だったり、もしくは不特定の誰かでした。しかし、キャスケットガールについてはもちろん全編英語だという違いもありますが、それだけではない根本的な違いがあります。それが、リリック冒頭から C という三人称が初めて登場しています。私でもあなたでもない第三者が登場するということは、必然的にそれは誰なのかという状況設定を伴います。ここではキャスケットガールという架空の存在ですが、これは藤井風が今まで全く足を踏み入れていなかった新しい世界観と言っていいでしょう。まだストーリーテリングの域までには到達していませんが、将来的にはそんなリリックにもつながるような極めて大きな変化だと思います。このように、これまで藤井風にはあまり縁のなかったロックのエッセンスである8ビートが強調され、新たなリリックの世界観を伴うこのキャスケットガールは、ニュー藤井風の誕生を印象づける理想的なオープニングチューンと言えるでしょう。2曲目、I Need You Back。この曲もエネルギーに満ちたパワフルな曲で、アルバム1曲目から2曲目の流れが非常に強力で素晴らしいです。重要なポイントは次の3つです。1、ジャム&ルイスオマージュ。2、ニュージャックスイングの5回、跳ねないリズム。3、ハイレベルなコードワーク。では順に解説していきます。この曲はジャネット・ジャクソンが初めてジャム&ルイスをプロデューサーに起用して世界的にブレイクしたアルバムコントロールからの一曲です。I Need You Back で藤井風とイオゴンが目指したのはまさにこのサウンドです。では I Need You Back の音源からドラムだけ抽出したものを聴いてみましょう。キャスケットガールのドラムと比べていかがでしょうか。ドラムの音色が明らかに違います。特にスネアの音が特徴的です。これがスネアの音です。ジャム&ルイスサウンドの大きな特徴がこのスネア。高質で破裂音のようなインパクトの強さが特徴です。さらにはバスドラのフレージングですね。ドドドという機械的なバスドラの連打。このドラムマシンの機械的なニュアンスが強調されたフレージングも大きな特徴です。次に I Need You Back A メロでのシンセのバッキングのみを抽出して聴いてみましょう。
このようなリズミカルでデュレーションの短いコードバッキングもジャム&ルイススタイルです。この曲をニュージャックスイングだとする解説があまりにも多いですが、この曲自体はニュージャックスイングではありません。ニュージャックスイングには様々な特徴がありますが、中でも最も重要なのが跳ねた16ビートのリズムです。実際の音を聞いてもらうのが一番わかりやすいので、まずは通常の16ビートから聞いてみましょう。では次に跳ねた16ビートを音で聞いてみましょう。まず16ビートというのは16分音符がリズムの単位ということですが、通常の16ビートはリズムの間隔が均等です。それに対して跳ねている方は一つ目が少し長くて二つ目は少し短い。なので高速でスキップしているようなリズムになります。この跳ねたビートのことを英語ではバウンスとかスイングとかシャッフルなどいろいろな言い方ありますが、全部意味は同じです。ニュージャックスイングのスイングはこの跳ねたリズムから来ています。ではここでニュージャックスイングの代表的な曲をいくつか聴いてみましょう。跳ねたリズムを感じ取ってみてください。さて、改めて I Need You Back のドラムをもう一度聞いてみましょう。この曲のリズムが跳ねていないことがお分かりいただけたと思います。I Need You Back はとても細やかで複雑なコードワークを見せていますが、この点はジャム&ルイスのスタイルとは一線を画しています。ジャム&ルイスの場合、コード進行自体はシンプルです。つまりしっかりと藤井風自身の個性も発揮しているわけです。ではピアノでこの曲の A メロ部分のコード進行を実際に見ていきましょう。3曲目、8項。このアルバムからのファーストシングルです。この曲の解説についてはすでに別動画になっています。ご興味ある方はそちらもぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。この動画では前の動画で触れなかった部分について補足していこうと思います。ムジカ2025年7月号のインタビューで藤井風はこの8項のことをキラリ 2.0 と表現しています。これを読んだ当時は正直意味がわからなかったのですが、今回の全曲解析作業を通じてその意味がよく理解できたので皆さんにも共有したいと思います。藤井風が初めてサビをファルセットで歌った曲がキラリでした。どこにいたの？探してたよ。連れてってキラリのサビのメロディーは藤井風が地声で出せる音域より高い音を含んでいます。作曲したのは藤井風本人ですから自身があえてそういう選択をしたということです。8項のサビでも藤井風はファルセットで歌っていますが、改めて驚いたのがメロディーラインの音域の高さです。キラリのメロディー最高音 B4 よりさらに半音4つ分高い E フラット5を歌っています。8項のメロディーは藤井風史上ダントツで最も音の高いメロディーです。シンガーとしてこれが大きな挑戦であることは間違いありません。なぜ8項のサビメロをこれほど広域に設定したのかは興味深いところです。もしかするとどちらの曲も四つ打ちビートのダンスチューンであることが関係しているのかもしれません。真相はわかりませんが、いずれにしても四つ打ちビートのダンスチューンである点もこの2曲の共通点です。キラリは初の CM タイアップ曲に挑戦した曲でもありました。初めてコライトセッションのトラックからの曲作りに挑戦した8項。大きなチャレンジの曲だったという意味でも共通しています。こうして改めて見てみると、8項には思わずキラリを想起するような要素がたくさんありました。キラリ 2.0 というワードはまさに納得の表現だと思います。4曲目は Love Like This。
このアルバムからのセカンドシングルです。この曲の魅力は次の2つです。1、ボーカルスタイルの魔術。2、フラット6がもたらす効果。では順に解説していきましょう。この曲はグエン・ステファニーのクールという曲に影響を受けたと藤井風本人が語っています。ミュージックビデオを含め確かにその影響は随所に見受けられます。淡々とした打ち込み主体のリズムアレンジ、ディストーションギターの絡み方など曲全体のアレンジも間違いなくクールのスタイルを継承しています。ですが、Love Like This の曲全体ではクールと比べてかなり穏やかで柔らかい印象を受けます。その理由は藤井風のボーカルにあります。この曲で藤井風はファルセット主体の柔らかな歌い方に終始しています。特にサビに入ってもこれほど柔らかく歌う曲は過去にもあまり例がなかったと思います。サビの部分、藤井風のボーカルのみで聴いてみましょう。Never find another love like this. It's true, I never find another love like this. Baby, can you feel it too? Just like I do. Who does paradise belong to? このサビメロの中で一番高い音が E4。藤井風の他の楽曲と比べても明らかに音域が低いんですね。例えば先ほどの8項の歌メロの最高音は E フラット5なので Love Like This はそれより約1オクターブも低いわけです。余裕で地声で歌える音域のメロディーをあえてファルセットを多用して歌う明確な意図に基づいた表現であることがわかります。次は逆にボーカルを抜いてバックトラックのみを聴いてみましょう。ドラムの音なども予想以上に重たくて、ボーカル込みで聴いた時よりもむしろパワーを感じます。こうして見るとボーカルというのはやはり曲の主役であり、歌い方一つで曲の印象が決定的に変わるということを改めて認識させられます。Love Like This には独特の切なさがありますが、その理由はコード進行にあります。この曲、基本的にはとてもオーソドックスなコードワークなんですが、ある一つの音が曲を特徴づけるフックになっています。それがフラット6とはスケールの6番目の音が半音下がった音を指します。波長長で見てみるとわかりやすいです。波長長のスケールはドレミファソラシド。その6番目の音はラですね。ラのフラット。この音がフラット6。この一つの音が Love Like This の空気感に多大な影響を与えています。曲中何度も出てくるエレクトリックピアノのリフを見てみましょう。重要な音はフラット6、ラのフラットでしたね。この音が鳴るたびにわかりやすく赤で表示するようにします。今弾いたのは曲の冒頭部分ですが、フラット6が頻繁になっているのが分かったと思います。さらに細かく見ていきましょう。はい、いきなり最初のコードがディミニッシュです。曲の最初のコードがディミニッシュっていうのは実はかなり珍しいですが、その分効果的とも言えます。いきなり冒頭でフラット6の音を鳴らすのは、この音がこの曲の主役ですよというリスナーに対する暗黙の宣言でもあります。ディミニッシュというのはあらゆるコードの中でも最も不安定な響きを持ちますが、すぐにトニックに解決するのでそこまで後を引きません。トニックとは波長長で言えばドミソです。ディミニッシュの逆で曲の中で最も安定した響きを持っています。なのでディミニッシュの不安定さがすぐに中和されるわけです。
ディミニッシュからトニックに解決という進行を2回繰り返した後、もう一つの主役が登場します。それがサブドミナントマイナー。サブドミナントというのは波長長で言うとファラド。コードネームは F。このコードをマイナーにすると F マイナーになります。ここで鳴りました。フラット6、ラのフラット。リフに戻りまして参照説明。一見複雑なコードですが、基本的にはサブドミナントマイナーという解釈で問題ありません。そして次4小節目のコードもベース音が変わりますが、こちらもサブドミナントマイナーです。サブドミナントマイナーはエモいコードの代表格で、レディオヘッドのクリープやヒゲダンのプリテンダーなど J-POP 海外問わずたくさんの名曲で使われています。Love Like This ではディミニッシュとサブドミナントマイナー、この2つのコードを多用することで曲全体を通じてフラット6が鳴り続けているわけですね。フラット6は海外ではノスタルジアノート、郷愁の音と呼ばれているようです。藤井風は自らのボーカルスタイルとノスタルジアノートによってこの曲の柔らかさと切なさを表現しているのです。5曲目はプレーマ。アルバム表題曲であり、曲順的にも9曲中のど真ん中に配置された文字通り、このアルバムの中核となる楽曲です。この曲の魅力は次の3つです。1、圧巻のボーカルハーモニー。2、耳に残るテンションコード。3、洗練された見事な転調。では順に解説していきます。藤井風が初めてセルフプロデュースした楽曲、真っ白。この曲で明らかになった藤井風のボーカルハーモニーに対するひときわ強いこだわり。真っ白で見せた重厚なボーカルハーモニーがこのプレーマでも再現されています。サビのボーカルだけ抽出したものを音で聞いてみます。メロダインというソフトウェアを使ってハーモニーの解析を試みました。人間の声の分離は非常に困難で限界もありますが、おそらくここでは4声のハーモニーだと推測されます。上からF、D、C、A ですね。ここで注目すべきは、これほど重厚なハーモニーにもかかわらず、シャイ・カーターがバックグラウンドボーカルとして参加していない点です。シャイ・カーターは今回バックグラウンドボーカルとして5曲参加しているにもかかわらず、プレーマではあえて藤井風自身の声だけでこの重厚なハーモニーが生み出されています。おそらくここで欲しかったサウンドは藤井風特有の太い低音。美しさよりも重厚さを求めた結果と言えます。このハーモニーはアルバムプレーマのテレビ CM でも使われた、まさにこのアルバムを象徴するアイコニックなサウンドです。この動画でもセクションごとのジングルとして使わせていただきました。プレーマではピアノのサウンドがアレンジの中核を成しています。従来の藤井風楽曲に近いスタイルでファンにとっても聴きやすいサウンドではないでしょうか。ではこの曲の A メロ、サビを通して繰り返される4小節のピアノバッキングを見ていきましょう。この曲の跳ねた16ビートはアンサンブル全体で醸し出されており、ピアノバッキングも曲のノリに大きな影響を与えています。グルービーでいかにも藤井風らしいバッキングです。特に4小節目、最後の2つのコード、この複雑なテンションを含むコードがとても耳に残ります。これと、これですね。このトップの音、F シャープ、F。バッキングが繰り返されるたびにこの音が聞こえてきてめっちゃ印象に残る曲のフックになっています。そしてこのコード、実はワーキングハードでも使われまくっています。今
今聞こえた最後のコード、プレーマと全く同じです。ワーキングハードとプレーマはキーも d マイナーで同じなので、ガチで全く同じコードを使ってます。藤井風楽曲の中でも特にヒップホップの影響を強く受けたこの2曲が共通のコードを多用しているのはとても興味深いです。この曲の最後のサビは一気に半音3つ分上に転調して素晴らしいクライマックスを迎えます。この転調の手法がめちゃめちゃ洗練されていて、いつ転調したのかリスナーに気づかせないスマートなテクニックを使っています。詳しく見ていきましょう。この曲は A メロとサビのキーが d マイナー、B メロのキーが d メジャーとなっていて、頻繁に同じキーのマイナーとメジャーを行き来する構成になっています。音楽用語で同主調転調と言いますが、これを繰り返しているわけです。A メロを繰り返した後、B メロに行きますが、ここで D メジャーに転調します。そしてサビでまた D マイナーへ戻ります。2コーラス目も途中までは同じ。A メロが D マイナー、B メロが D メジャー。ここまでは同じなんですが、ここでサビではなくブレイクに入ります。ここもキーとしては D マイナー。で、その後、もう一回 B メロに戻るんですが、重要なのがここで D メジャーに転調しないこと。厳密に言えば平行調の F メジャーに転調しているんですが、同じスケール上なのでポップミュージックでは転調とみなさない場合が多いです。これにより転調しないことで結果的に転調してしまうという興味深いパラドックスが生じます。結局 B メロは F メジャー、その後の最後のサビが F マイナーとなり、結果的に最後の B メロとサビの2つが単3度上に転調した形になるわけです。ここの話はちょっと難しかったかもしれませんが、重要なのはこれ見よがしに転調するのではなく、誰にも気づかれない形でスマートに転調しているということですね。過去の藤井風に見られなかった洗練されたコードワークだと感じました。6曲目、It Ain't Over。藤井風にとって初めての8分の6拍子楽曲です。この曲のポイントは次の3つです。1、ディアンジェロ、アンタイトルドの影響。2、古典的で美しいコードワーク。3、メリズマを多用した正統派ボーカル。では順に解説していきます。It Ain't Over は様々な面でディアンジェロのアンタイトルドという曲に影響を受けています。藤井風自身、インタビューでこの曲を参照元として挙げています。その共通点は多岐にわたります。具体的には8分の6拍子のグルーブ、ジャムセッションのようなバウンドサウンド、一糸まとわぬ姿でひたすら歌唱するシンプルなミュージックビデオなどです。しかし他のアルバム曲同様、参照元と藤井風楽曲には明らかな違いがあります。アンタイトルドはもともとプリンスへのオマージュとして制作された曲で、プリンスを思わせるファルセットや音楽スタイルを継承しつつ、ネオソウルとしての実験的な試みも盛り込んだ新しいサウンドでした。それに対して It Ain't Over は明確に古き良き R&B の古典的なスタイルを打ち出しています。その具体例を2つほど見ていきましょう。It Ain't Over のコードワークは複雑ではありますが、ドミナントモーションや 2/5 など、ジャズやソウルでは古くから用いられているスタンダードな手法が多用されています。コード進行が特に印象的な部分をいくつかピックアップしてみましょう。まずはイントロ冒頭の進行です。サビも同じ進行なので、この曲の中でも重要な進行です。この進行は欧米のポップミュージックでも古くから定番のコード進行で、ジョージア・オン・マイ・マインドやオンリー・ユーなどのオールディーズ楽曲でも見られる進行です。もう一箇所、曲の終盤、最後のサビ後半のコード進行では素晴らしい盛り上がりを見せます。
特に最後のコード A フラットメジャー7プラス5 on B フラットという非常に複雑なコードですが、個人的にこの曲の中で最高に好きな響きです。Love Like This のコーでも触れましたが、ボーカルスタイルは曲の印象にとても強い影響を与えます。アンタイトルドにおけるディアンジェロのボーカルスタイルはプリンスの影響を受けたファルセット主体のスタイルなのに対して It Ain't Over での藤井風のボーカルスタイルはいわゆるフェイク、専門用語でメリズマと言いますが、そういった歌唱技術を最大限に多用したボーカルです。マライア・キャリーがポップフィールドに大胆に導入したことで注目を浴びました。もともとゴスペルなどで古くから用いられてきた歌唱法です。日本のポップシンガーがオリジナル曲でここまでメリズマを多用したボーカルを見せた例は極めて稀かと思います。ボーカルを楽譜に起こしてみましたが、なかなか凄まじいです。藤井風の歌唱で特に印象的な箇所を実際の音で聞いてみましょう。We'll all go back to the same shore. You're still by my side. Wherever I go,7曲目 You。 この曲は藤井風史上最も洗練された楽曲と言っていいと思います。この曲の魅力は次の3つです。1、藤井風がキュンとしたウィーク進行。2、レアなブラックアダーコード。3、モードチェンジを多用した細やかなメロディーライン。では順に解説していきましょう。You は1992年にリリースされた SWV の Weak という曲にインスパイアされたと藤井風自身が語っています。そして Weak といえばテレビ朝日系の音楽番組8ジャムでのインタビューで藤井風がキュンときたコード進行としてこの Weak のコードに言及しています。では藤井風が言及したコード進行をそのまま弾いてみます。この動画ではこのコード進行をウィーク進行と呼びたいと思います。ここからちょっと上級者向けになりますが、このウィーク進行の基本構造についてざっくり解説しておきます。わかりやすいように波長長 C メジャーで解説します。ウィーク進行は端的に言うとサードマイナーセブンスを目的地としてその前にサブドミナントセブンスを置くコード進行になります。ウィーク進行の一番シンプルなパターンを C メジャーで弾いてみます。最初に弾いた F7 のこの音。C メジャーのスケールはすべて8鍵ですから、この音はスケールの外にある音です。専門的にはノンダイアトニックノートと言いますが、この音がウィーク進行のサウンドの肝になります。ちなみに藤井風がウィーク進行を使うときは必ずこのサブドミナントセブンスの前にドミナントを置いてベースラインが5、4、3と降りてくる形で弾いています。なのでこの進行をウィーク進行の基本形としたいと思います。F7 でもう一つ重要なのが Em7 に解決するトライトーンサブスティテューションだという点です。俗に言う裏コード。裏コードの解説はここではしませんので、わからない方はスルーで大丈夫です。F7 はセカンダリードミナントの一つなので、様々なテンションを使えます。ウィークの曲中では実際9プラス11、13という3つのテンションを使って超クールなサウンドになっています。U ではウィーク進行が B メロとサビで使われています。
まず B メロの該当部分、ピアノで確認していきます。2つ目のコードがセブンスではなくマイナーセブンスになっているので、厳密にはウィーク進行のバリエーションとなります。ちなみにここマイナーセブンになっているのは1コーラス目だけで、2回目の B メロでは本来のウィーク進行になってます。では次にサビでウィーク進行が使われている箇所をピアノで確認していきます。ベースラインが543と下降していくのに対し、メロディーが駆け上がっていく対比が素晴らしいです。テンションのないシンプルなセブンスになっています。藤井風は過去の楽曲ではこのウィーク進行をほとんど使っていません。使ったのは僕の知る限りではグレースの B メロで一度使われたのみです。U のイントロ及び A メロでは、いわゆるブラックアダーコードがレアな使われ方をしていて印象的なサウンドになっています。これがブラックアダーコード。すべての音がホールトーンスケール上にあります。そしてドミナントサス4に移行。このブラックアダーコードの使い方が大変珍しくて、これがレアと呼んだ理由です。ブラックアダーコードがポップミュージックで使われる場面、その 90% 以上はサブドミナントへのアプローチコードとしての使用です。ドミナントへのアプローチは非常に珍しくて、少なくとも藤井風がこういう使い方をするのは初めてです。非常に耳に残る印象的な響きですよね。こういった新たな試みは藤井風が未だに進化し続けている証左です。この曲はコードワークも素晴らしいですが、メロディーラインはさらに素晴らしいです。モードというのはもう少しわかりやすく言い換えるとスケールになります。モードチェンジを多用したメロディーとは、メロディーのスケールが途中で頻繁に切り替わることを指しています。U のメロディーには次の3つのスケールが登場します。まずはこの曲のキーとなる E フラットメジャースケール。それ以外に G フラットメジャースケール。そして A フラットメジャースケール。この3つです。これを踏まえて次のメロディー譜を見てみてください。この譜面はメロディーにおけるスケールの切り替わりを色分けして表したものです。この曲の元々のキーとなる E フラットメジャースケールは黒表示です。そして G フラットメジャースケールを青、A フラットメジャースケールを赤で表示してみました。パッと見ただけでもモードチェンジがきめ細かく行われているのがよくわかります。では実際のモードチェンジ、色分けした譜面を見ながら音で確認してみましょう。漠然とで良いので、このメロディーの美しさを感じ取ってください。まずは B メロの前半部分です。All you need is right there in your soul. And nobody can break you anymore. No matter how they try, just take aサビではモードチェンジが頻繁に行われているので、サビ全体を音で確認します。I can see all the stars on you, shining brighter than all of the lights. I can see in your eyes, everything that you want is in you, and everything that you've been waiting for, it's in you. Don't you ever forget, in this world there's no one else but you. この洗練されたメロディーの美しさは、きめ細やかなモードチェンジによるものです。これも過去の藤井風に見られなかった新たな進化と言えるでしょう。8曲目、OK Goodbye。5曲目のプレーマに次いで、このアルバムで2曲目の跳ねたビートの曲で R&B テイストの強い軽快な楽曲です。
この曲の魅力、ポイントは次の2つです。1、暗黙の16ビートバウンス。2、曲を支配するピアノリフ。では順に解説していきましょう。この曲の魅力は何と言ってもリズムアレンジの素晴らしさです。このアルバムの中でもイオゴンのベストワークだと思います。この曲もちょっと当初思い描いていたのとはいい意味で違うグルーヴになった。すごく軽やかなグルーヴになった。いやー、それも嬉しいサプライズでした。藤井風自身にとってもサプライズだったイオゴンによる軽快なグルーヴですが、その意外性をうまくアレンジに落とし込んでいます。詳しく見ていきましょう。まず冒頭、ピアノのイントロですが、これは端的に言ってバラードのアレンジです。ホイットニー・ヒューストンのグレイティスト・ラブ・オブ・オールという曲を彷彿とさせるようなイントロで、初めて聴いた時は、この曲バラードなんだなと思ったのを覚えています。この曲がまさか16ビートだとは全く想像できないイントロなので、A メロが始まるとそのグルーヴの急激な変化にリスナーは驚かされます。暗黙のという言葉の意味は、イントロが曲のグルーヴを隠蔽していることを表しています。そしてこの曲のリズムとなっている跳ねた16ビート。I need you back のところで解説しましたが、ちょっとおさらいしましょう。まずは通常の16ビート。次は跳ねた16ビート。今のドラムはハイハットを16回ベタ打ちしているので超わかりやすいですが、イオゴンによるリズムアレンジの場合、ドラムはほぼ8ビートに近いシンプルなリズムしか叩いていません。グルーヴの要はベースが握っていて、その他ピアノのバッキング、さらにはボーカルの軽快なメロディーライン、すべてが重なった時、初めて跳ねた16ビートのフィールが浮かび上がるようになっています。では実際にドラムのみから始まって、ベース、それ以外、ボーカルと順に音を重ねてみましょう。バンドアンサンブルがグルーヴを浮き立たせているのがお分かりになったでしょうか。ドラムだけ見ると16ビートとは気づかない。これが暗黙のとつけたもう一つの理由です。2サビのクラップが気に入ってますね。ツツツツツっていう。藤井風が絶賛した2サビのハンドクラップの部分、リズムだけで聞いてみましょう。こういったサウンドもこの曲の軽快さの重要な要素です。イオゴンの手腕が見事に発揮されています。イントロから始まって曲中何度も登場する強く耳に残るピアノリフ。いろいろと仕掛けがしてあります。まず冒頭の2拍、ここいきなり重要でして、実は冒頭からウィーク進行になっています。ではウィーク進行もおさらいしましょう。リフの最初見てみると、ドミナントセブンス、サブドミナントセブンス、サードマイナーセブンと確かにウィーク進行になっています。続きも見ていきましょう。この音、これがこのリフの一番やばいところです。ちょっとありえないくらい不協和な音。正直驚きました。これ Gm7 っていうコードにフラットナインスというテンションが乗っているんですが、ジャズミュージシャンでもめったに使わないコードですね。リズムで考えるタイプのミュージシャンであれば、そもそも発想にないコードで、藤井風が感性でコードを選択していることが改めてわかります。何？サビのコード進行教えてっていう人。動言して教えりゃええんこれ。何？最初 G メジャーセブンスです。どこにいたの探して F シャープマイナーセブンスだよ。ここが難しいな。ここなんていうんか分からんわしも。
なんて言うかわからんわしもという発言からも、藤井風が日頃からテンションノートを全く意識していないことがわかります。ただ、コードのどこを弾くとどんな響きになるのかは経験から熟知していて、名前は言えなくとも実際にはほぼ完璧にコードを理解しているわけです。結果的にこのえぐい響きが一瞬鳴ることでピアノリフが非常に耳に残るものになっています。さらに言うと、このピアノリフのトップの動き、これほぼサビの歌メロそのものなんですね。これもピアノリフが強烈に印象に残る要因になっています。Baby ain't coming back. Okay, goodbye. Forever. ラスト9曲目、Forever Young。アルバムのラストを飾る曲です。この曲の魅力、ポイントは次の3つです。1、最速のテンポ、緩やかな時間経過。2、独力で書いたパンチライン。3、ループ再生の心地よさ。では、順に解説していきましょう。Forever Young、アルバム全9曲中最も速いテンポで BPM123 となっています。しかし実際曲を聴いてみると速さはあまり感じません。むしろこの曲には全9曲中最も緩やかな時間が流れています。一番テンポが速いのに時間の流れが緩やかとはどういう意味と疑問に思うかもしれませんが、その事実を示すいくつかのデータを見てみましょう。この曲の長さは5分53秒で BPM が一番速いにもかかわらず、このアルバムで最も長い曲です。イントロだけで30小節あり、曲が始まってからボーカルが歌い出すまで57秒もかかっています。1小節あたりコードチェンジが何回あるかを調べてみると、この曲の数値はなんと 0.84。平均1を下回っています。これは全ての藤井風楽曲でも最低の数値で、要するに藤井風史上最もコードが変化しない曲となっています。テンポの速さは若さを、緩やかな時間経過は永遠の時間を示唆していて、Forever Young という曲のコンセプトをうまく表した曲調になっていると思います。この曲のサビのリリック、Don't you be scared, we are together, 39, 60 or whateverはこのアルバムでも屈指のパンチラインだと思います。リリックにシャイ・カーターがクレジットされていませんから、正真正銘独力で書いたリリック。次のアルバムまだわかりませんが、もし再び全曲英語リリックになるとしても、次は全て独力で書けるだけの成長を見せていると思います。初めてプレイマンを全曲聴き終わった時、ループ再生にしてあったので、再びキャスケットガールが再生されたのですが、このつなぎがなんともスムーズで心地よいと感じました。これは決して気のせいではなく、明確な理由があることが分かりました。一つはこの2曲がほぼ同じテンポであること。Forever Young の BPM が123、キャスケットガールの BPM は122。これ実際の体感ではその違いがわからないほどのわずかな差です。もう一つは曲のキーです。この2曲はいわゆる平行調の関係で、特にポップミュージックにおいては平行調の区別が曖昧で、同一キーとみなすことも少なくありません。つまり端的に言って極めて親密で相性のいいキーなのです。これらはもしかすると意図したものではなく偶然かもしれませんが、結果的にループ再生した時のつなぎのスムーズさ、心地よさにつながっているのは間違いありません。今回の楽曲解析の際に作成した楽譜をベースにピアノ弾き語り用の譜面として全9曲分をメンバーシップ内で公開する予定です。ごくシンプルなアレンジですのであまり期待しないでください。公開は2026年3月を予定しています。メンバーシップでは他にも月4回のライブ配信で音楽についての様々なトピックについて実際の曲を聴きながら語っています。気になる方はメンバーシップ参加もぜひご検討ください。音極道でした。